日本代表はアウェーインドネシアゲロラブンカルノスタジアムでインドネシア代表と対戦しました。この試合における森保ジャパンの狙いとインドネシア代表の狙いを試合展開に沿って解説していきます。まず日本代表は谷口選手が負傷により長期欠場、3バックの陣線が注目されました。追加で招集されたのはストッパーではなくサイドバックの関根選手。実際の試合3バックの先発は板倉、町田、そして本業がサイドバックの橋岡選手でした。つまり谷口選手の欠場が決定した時点から3バックのうち1人はサイドバックの選手を起用するつもりだったということが推測できます。これは試合の展開、そしてオーストラリア戦を踏まえてのことだと思います。詳しく解説していきます。日本の立場とこの試合の目的。時代は流れことアジア予選に関しては日本代表は強者であるという点には異論の余地はないと言えるでしょう。対戦相手は自陣にこもり、そこをいかに攻略するかという問いに対しての森保ジャパンの回答は圧倒的攻撃力で粉砕するというものでした。そもそもこのシステムは実質3バックの上、両サイドにウイングバックではなくウイングを配置するというある意味狂気のシステムであり、三笘選手を含む選手たちの献身的な守備の上で際どく成立しているシステムです。欧州の強豪国を沈めた矛でアジア各国を粉砕するというプランなのですが、オーストラリア代表相手に苦戦しました。戦術的同数かそれ以上の人数でゴール前を固められるとなかなか食い破れません。それどころかカウンターを食らいやすいという問題が発生します。その問題に対する森保監督の回答がこちら。攻撃にもっと人数かければいいじゃない。厳密に言えば前線が詰まるので攻撃のビルドアップに3バックの橋岡、町田を参加させる。攻撃に人数が足らないならもっと人数を増やす。その象徴ともいえるのが橋岡選手の3バック起用でした。日本代表は序盤苦戦します。スコールのような大雨、ボコボコのピッチ、ボールは転がらず体力の消耗も激しそうです。そんなことを考える余裕も与えず、インドネシア代表はロングパス1本や3バックのサイドというスペースから一転して少ない人数でシュートまでを完結させてきます。相手の目的は3バックの脇、日本はサイドから選手の隙間を広げようとしますがうまくいきませんが、これが伏線となります。インドネシア代表の守備は基本マンツーマンですが、日本の選手も常に同じところにいるわけではありません。特に攻守の切り替えの時点で、これは帰化選手を集めた急増チームだからなのか、バイタルエリアにスペースが発生していました。それを利用したのが日本の1点目。前述の3バックのビルドアップ、町田選手がそのスペースに飛び込んだ森田選手へ、そこから鎌田、小川選手のゴール、オウンゴールで日本先制。リスクはあったものの町田選手の攻撃参加とスペースの活用から先制点が生まれました。2点目も同じ。このスペースを狙っていたのは彼らだけではありません。後方からスペースに飛び込んできたのは南野選手でした。これで2対0。後半の交代の目的。後半開始直後に南野選手に変えて前田選手が投入されました。これは三笘選手を中に入れるという目的が一つ。サイドでドリブルで抜けるなら真ん中で抜ければキーパーと1対1になるんじゃね、もっと点取れるんじゃねという目的から今までも何度か試してはいるのですが、正直うまくいってはいません。あとは町田選手のサイドの守備のケアも兼ねています。つまり前田選手に左サイドのカウンターの守備から
攻撃のビルドアップまで一人で何とかしてってことです。さらに相手のミスから守田選手が3点目を決め、62分に選手交代、三笘選手を下げ、伊藤、菅原選手を投入。菅原選手をサイドに起用します。それはいいんですが、彼の後ろに立つのは本来サイドバックの橋岡選手。本業サイドバックの選手が縦に2枚並んでいます。正直どうかしている。3バックのストッパーをやらせて安心できる本業サイドバックの選手はイングランド代表のカイル・ウォーカー選手くらいなもので、例えばガンバ大阪で例えるなら黒川選手に3バックのストッパーを無理やりやらせて守備が心配？じゃあその前にもう一人黒川選手を置いておけ。これで守備は安心だが母とか言っているようなもの。ヴィッセル神戸なら初瀬を縦に2枚、浦和なら大畑を縦に2枚置いても守備面においては全く安心できません。本当にどうかしている。ここでさらに三笘選手でうまくいかなかった中で抜けばいいんじゃね？今度は伊藤選手に要求します。だからそれはうまくいかんってという短足をよそに菅原選手が激走し4点目を決めます。伊藤選手を失ったアジアカップ縦の突破型でもある菅原選手をあの時起用していたらという思いはあったのですが、とりあえずウイングバックとして菅原選手が計算できるようになったのは喜ばしいことですね。総括、0対4の快勝ですが、カウンターで先制を食らっていたらどうなったか。せっかく前半で見つけたスペースをストッパーのビルドアップ参加を自分で潰していくような選手交代はいかがなものかなど、いろいろエクスキューズはあったものの、とりあえず勝ててよかったですね。なぜ久保選手は起用されなかったのか。これは森保ジャパンは代表2連戦をまとめて1試合と見ているような節があります。疲労なども考慮しているのでしょうが、次戦の中国戦では久保、中村、古橋選手らの起用が期待できるのではないでしょうか。高井選手もせっかくなので見てみたいですよね。ネットの感想。インドネシアはワンチャン勝てるかもとか言い切ってたけど、ヨーロッパ中堅国ワールドカップベスト16ぐらいの実力があるから東南アジアのチームなんかに負けるわけがない。オーストラリアに引き分けたのもう忘れてる。とはいえ前半30分までのムードはやばかった。ザイオンがあそこで止められなかったらグダグダで負けていた可能性はある。上田と小川どっちが良いの？古橋。小さくてワントップでは物足りないのでは。南野のゴールとザイオンの1対1の場面がポイントかな。伊藤はサイドからクロス上げてなんぼやろ。あんなとこで使うな。ザイオン一発目ビッグセーブしたと思ったらポロリもちゃんとしてて草はえた。これぐらいの相手で3バックの脇を狙われまくるのはきついな。中国も同じことやってくるだろうが、左先発は三笘じゃなく大自然でいいんじゃないか。橋岡は身体は強いが上手くないし、ペナルティエリアで手を振り回してるのが怖すぎだわ。大谷がいればもっと楽勝だった。レイソルにいた大谷、新日にいた大谷だろ。若手に足りないものって何？すごくいい選手なのにサブでたまに使われる程度でなんかもったいないよね。インドネシアは頑張って対策していたが、日本と噛み合うスタイルの対策だったから怖くなかったな。放り込み、フィジカルサッカーの方が怖いから、その戦術で来る相手にどう3バックで解決できるかが課題なのに、その機会はなかった。今日は手放しで褒められんわ。ザイオンにどんだけ救われたか。前半のザイオンの1対1のセーブがなければグダグダの1対1とかになってたかもな。ぶっちゃけ最初に相手に
やれるって思わせたのは逆に良かったと思うけどね。最初からガチガチに固められたら相当苦労したはず。 MVP は今回はなしで。さゆりが良かったよね。インドネシア、嫌な流れになりそう。帰化人どんどん追加して連敗。まあさすがにそんな甘くなかったな。秘宝インドネシアディフェンダー J イツエスさん。森田のシュートほぼ正面に来たのに空振り、あえなく失点。森のゴールキーパーもひどいならディフェンスもひどいんだ。これはキーパーはどうしようもないんだ。2人ぐらいスパイがいるんだ。2人目のディフェンダー草なんだ。キーパーも大したことないシュートでもいっぱいいっぱいみたいな感じだったし、マジでディフェンスひどかったんだ。ロストして密漁フリーランからゴラッソ、いつもの時なんだ。森のお笑いゴールと菅のゴールで滝の超絶かっこいいゴール薄れてない？滝のゴールはかっこよすぎで何回も見てられるんだ。お笑いゴールを決めたのが滝じゃないなんて悔しいんだ。インドネシア戦の試合見た。チャイナがもうチャイナに来ないでくれと言っててわろた。さて、次戦の予定は11月19日。なんだかんだ言っても気づいたら2勝。何気にプレーオフ圏内にいる対中国戦です。怪我にだけ気をつけてほしい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。